オタク FM アニメ&チル。皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチョウです。ガチョウ？皆さんこんにちは。アニメオベイミーガチオタ三男レビアタン役の加田聡です。この番組はイケメン悪魔調教ゲームオベイミーや現在配信中のアニメオベイミーなどさまざまなオベイミープロジェクトの魅力をゲストと一緒に深く掘り下げていく番組です。ということで今回の放送はこの方をゲストにお迎えしました。どうぞ。腹が減った以外言うことはないのかと思ってるだろう。腹ペコ六男ベルゼブブ役の矢口恭平です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。腹が減った以外言うことはないと思っているだろう、他にじゃあ言うことを教えていただいてよろしいですか？腹が減った。ないんかいってなっちゃうでしょ。いやちょっとね今ちょっと燃え尽きてるんだわ。ちょっとごめん。燃え尽きてるってどういうことですか？いやちょっとエネルギーを出し切ってて、なるほど。まあ今回のこのラジオっていうのは、第10話7人の旅前編、こちらのアフレコ終了後に収録しているということで、この番組をお聞きの皆さんはねもう見てくださったかと思うんですけども、ご覧になったでしょうかね。まああれこういったなんですけど、メイン回ですよね。そうですね。ついにベールがメインとなって、で今まで皆さんにね、お見せしたことのないような、お顔というか声を、出せればなと思って、今回挑戦してみたんですけれども、いやーなんか自分の中で決めてた限界よりももう少し超えてやろうと。自分の中で決めてた限界をもう少し超えてやろう。ベールってここまでは叫ばないよなとか、ここまではちょっとなと思ってたけども、一回出せるだけ出してみようと。そうですね、いいですね。リアクションも含めて。で出してみたんですか？はい、出してみました。その結果、OK いただきました。ありがとうございます。おめでとうございます。いやー本当チャレンジしてみてよかったなと。なるほど。で自分の中でチャレンジして、ベールとしてなんか10話やりきったぞっていう気持ちがあるから燃え尽きているということですか？そうですね。ちょっと今肺になりかけてるので、頭がちょっとよく回らないんですけれども。ゲストで来といていきなり頭回らへんとか宣言するのやめていただいていいですか？大丈夫ですか？敗北宣言というわけではないです。敗北宣言って誰と勝負してるのかよくわからないんですけども、なんか誰に対して敗北宣言してるのかわからないですけど、でもこの10話なんですけども、心温まるエピソードというか、ベールがその双子の弟であるベルフェゴールのために頑張ってあげる、お兄ちゃんらしいことをしてあげるっていうねストーリーでしたよね。そうですよね。そのために必死になってアイスを食べ続けるね。もうあんなアイスあったら僕は絶対食べたくないですけどね。なんかね、アイス最初からもうなんか食べきった棒が散らばってましたけど、アイスってぶっちゃけそんなに一個一個量はないはずなのに、結構苦しんでたベールが。そうですね。だから電気がビリビリとかそれ以外にも結構変わった癖の強いアイスを相手に戦ってたんだろうなっていうのが。なるほど。本編で出てきた味以外にも他にもいろんな味があったかもしれないと。通常はじゃあどんな味がしてたと思います？通常ね、アイス。やっぱ悪魔の世界なんで、おどろしいこう血の色が滲んだような、そんなでも甘酸っぱいっていうようなアイスは今思いつきですけどね。そうですね。血の色が滲んだおどろしいアイスでも甘酸っぱい。なんで最後にちょっと青春の色出してくる？びっくりするわ。ギャップが欲しいなと思って。でも確かになんか雨が降った後のアスファルトの味、ノスタルジーを感じさせるような少年時代によく香ってた地面の匂いとかいうのもねありましたし、いろんな面白い味がありそうですけども。あれ逆に食べてみたくない？どんな味？いや絶対嫌ですよ。アスファルトの味するアイスなんて食べたくないですよ僕は。美味しくはないだろうね。美味しくはないでしょうけど、確かになんかちょっとセンチメンタルな気持ちになれるかもしれないですよね。でもそういったねいろんなアイスの味があったりとかして、それをベルフェゴールのために頑張って、でも最後その様子を見てたルシファーがもうこっそりお兄ちゃんらしいとこを発揮してくれるっていうね。でベールのありがとうっていう気持ちとともに10話前編が終わったわけなんですけども、これ続くってことですよね後編にね。すっごい気になる。これめちゃくちゃ気になりますね。今後、11話に向けて続きものでしょうから、まずご覧になってない方は10話をご覧になっていただきたいと思います。よろしくお願いします。
では始めていきますか。はい。恭平さん灰になりかけてるかもしれないですけどもその灰を最後まで燃やし尽くして走り抜いてくださいね。最後言葉にならないかもしれませんが、はい、よろしくお願いします。はい、この番組のハッシュタグはハッシュタグオタク FM。 オタク FM の綴りはアルファベットで OTAKUFM です。Twitter、Instagram、Facebook など各種 SNS から番組を聞きながらのつぶやきお待ちしております。ということでオタク FM アニメ&チルスタートです。テレビ。はい、いい声です。こちらは留学生の皆さんから投稿していただいたいわゆるふつおたを紹介していくコーナーです。はい、それでは早速紹介していきましょう。はい、恭平さんお願いします。はい、はい、オタクネーム何ネームこれ？ラジオネームで大丈夫ですよ。はい、はい、ラジオネームこだわるな。はい、はい、どうぞ。ジェスさん。はいはい、うん、恭平さんへの質問。はいよ。もし他の兄弟の声を担当することになったとしたら、うん、誰の声を担当したいですか？はい、ということなんです。なるほど、ジェスさん海外の方ですかね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他の兄弟の声、どうです？今の気分で言うとですね、気分、はい、気分、今結構気分か、シーズンによって変わるんですけど、そんなにコロコロ変わるもんなんですか？はい、知りませんでしたけど、はい、今のシーズンだとマモンですかね。今のシーズンだとマモンなんや。ちなみに一つ前のシーズンは誰やったんですか？一つ前のシーズンは、長男ですかね。ああ、ルシファーやったんですか。へえ、まあその変わり目っていうのが何でやってくるのかちょっとよくわからないんですけどマモンって、自由奔放で無責任で、でもなんかこう愛されるキャラっていうのがそうね、かっこいいしね。なんでせめて俺もアニメの中ではこう自由奔放、フリーダムに思ったことバーンって言って解放されたいなっていう。ああ、なるほど。あ、普段矢口恭平としてはなかなかフリーダムにはっちゃけるっていうのはできひんから、今のシーズンやっとマモンみたいにはっちゃけてみたいなっていうので、ゲーム内であったりとかアニメの中でっていうことでマモンを担当してみたいなっていうことですか？そうですね。ああ、なるほど。まあでも恭平さんがマモンの声をするってなったらどんな感じなんかなっていうのもちょっと気になったりもしますけどね。マジかその一言のモノマネよう聞くけどなそれ気に入ってるやつでしょ俺の気に入ってるセルだぜマモンになってますけども今、それでこのコーナー通します？いや難しい言ったでしょ俺灰になりかけてるじゃその燃えかすみたいなところをここで使い切ろうとするのはやめてほしいんですけども、まだまだ先があるからね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いて紹介したいと思います。ラジオネームアンドレアさんからいただきました。こちらも海外の方ですね。加田さんこんにちは。ユニークな声の演技で一番好きな声優になりました。ラジオ番組を聞くのをいつも楽しみにしています。落ち込んでいる時に幸せの源になります。みんなが嫌なことがあった日に加田さんのチャーミングな性格とユーモアに助けられています。いつも過去の回を聞いていて笑顔になります。加田さんの素晴らしい活躍とファンへの愛情に感謝しています。これからも応援しています。萌え萌えキュンということで、あったかいね。愛されてる。染みてくるわ。ほんまになんやろ、こういうお便りをくださるっていうのはね、ほんまに皆さんたくさんくださるんですけど、ね、本当にありがたいですよね。お互いに助け合ってるね。アンドレアさんも助けられてるっていう、こういうねコメントいただいても僕ら助けられてるっていう。そう僕らも助けられてる。めちゃくちゃいいこと言うじゃないですか恭平さん。めちゃくちゃいいこと言うしフォローしてくれるやんか。灰になりかけた方がいいのかな。そこに疑問を持たんでもいいんですけど別にいや本当にありがとうございます。こういうね応援メッセージもたくさんいただいてますのでねいつも感謝しております。はい、では続いて紹介しましょう。恭平さんどうぞ。どれにしましょうかね。たくさんあるよ。そうですね。はい、はい、じゃあこれを読みたいと思います。オタクネーム水木さん。いやラジオネームでいいって。あれなんで勝手にさ自分で作っていくの言いたいのそのオタクネームって。今ボケじゃなくて素でちょっともう一個前のやつでなんて言えばいいのかな、ラジオネームでいいですよっていうくだりをやったばっかりやのに、もうここですでにさも通ったかのように言うやめてもらっていい？それがそのままいっちゃうから、そうなったら否定していくけどこべりついてるわ。ラジオネームでいきましょうとりあえず。はい、ラジオネーム水木さん。はい、ありがとうございます。矢口恭平さんへ、番組聞きました。アニメ見ました。魔王の声や鳴き声、
棒読みなど、ってことはあれアスモ姫の回なのかな、はい、ベールのコロコロ変わっていく表情を演出していく恭平さんの演技が大好きです。ベールはあまり感情を表に出しませんが、逆に食べ物のことになると感情がわかるようになるので、演じる時切り替えが必要になってくると思います。素晴らしい。うまく言えませんが、恭平さんのそういった切り替えのある演技にすごく惹かれます。ありがとう。ベールのことをよく知ってよく考えて演技しているのだといつも感謝の気持ちで視聴しています。素晴らしい。いつも素敵な声ありがとうございます。ありがとう。ベール恭平さん大好きです。応援してます。ありがとうございますなんかもう素晴らしいですね。ありがたいです。本当にね、ベール恭平さん大好きですなんか一連のなんかフルネームにされるといやベール恭平じゃないんで矢口恭平だ。ベールを演じてる矢口さんも好きやし、ベールも大好きやしっていうね、どっちもね、どっちも好きって言ってくださってるって、もう恭平さんがもうベールを演じるにあたって、大事にしていることっていうのがしっかり伝わってるんじゃないですか。そうですね、このコロコロ変わっていく表情を演出していく、今回だからアニメでもまた違った表情を出してるので、それも楽しんでいただけたんでしょうかねとね、またメッセージ送ってきてくださるんじゃないですか。はい、メッセージお待ちしております。いや本当にね、いろんなメッセージいただいてますけども、質問だけじゃなくてこうやって応援メッセージもねたくさんいただいてますので、できる限り紹介させていただきたいと思います。ということでこのコーナーは留学生の皆さんから番組を聞いた感想、アニメを見た感想、ゲストのメッセージや質問ね、大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM テルミーをつけて投稿してください。テルミーの綴りはアルファベットで TELLME です。以上テルミーでした。アウトミー。はい、新コーナーということで、こちらは留学生の皆さんに兄弟姉妹のおかしな言動を送ってもらうコーナーです。はい、どんな、メッセージが来てるんでしょうか。紹介していきましょうか。そうですね。はい、どんなアウトが生まれるアウトって言うてええか分からへんけどどんな投稿が来てるんでしょうか。じゃあこれにしましょうかね。はい、ラジオネーム強調していく。宮賀さん。宮賀さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ストレスがたまると自分が生まれてない世代親世代のアニソンを歌い出す妹。セーフです。セーフこれセーフかなと思います。いやこれ僕個人的なんですけども、個人的なんですよ。僕自分が生まれてない世代の歌大好きなんですよ。そうだよね、なんかカラオケとかでも歌ってるイメージもあるし、よくなんかスマホで聴いてる音楽何って聞いたら、俺も知らないわっていうぐらい昔の70年代80年代とかの歌も大好きやし、その頃のアニソンも大好きやから、1個なんか 1,2 個世代がおかしいって言われることがよくある。ちょっと待って、俺がおかしいって言われるってことはアウトかもしれん。結果的にアウトかもしれん。そういう見方すると。でも宮賀さんのその親世代っていうのがどの世代なのかっていうのね気になりますけども。そうね、どの世代かは分からんけども、でも自分の世代じゃないアニソンを歌い出す、もしかしたらこの宮賀さんの妹さんに対して宮賀さんはどこでそのアニソン知ったのっていうの気になるよね。考えてらっしゃるかもしれないですけど、ラジオネームかおりりんさんからいただきました。レビと同じ誕生日と髪型の一番下の弟はズームの背景を自分が勉強している動画に設定して授業をサボりながらカメラが見えないところでゲームをしていたことがあります。おーすごいね。リアルだ。リアル、しかも今っぽい。めちゃくちゃ今っぽいね。だって恭平さんが学生の頃にズームで授業とかありました？そもそもパソコンとかスマホがそんなに普及してなかったから。なるほどね。パソコンの授業っていうのを僕高校の時にやっと出てきたかなっていう感じやったので、だからズームで今授業を受けるってことはやっぱ在宅、このご時世やからっていうのもあるとは思うんですけども、それを生かして
ね、自分背景を自分に勉強している画面に設定してゲームをしているってなかなか頭がいいですね。ね、ずる賢いけどなんか想像すると可愛いな、可愛らしいですね。可愛らしいですね。なんか言うてみたら机の下で漫画読むとかいうのと同じでしょ。教科書立ててその裏で漫画読むみたいな、僕らの世代でいう昭和平成初期はそういうねサボり方をしてました。昭和平成初期っていう年代を限定していくな。自分で限定していくな。もうまあ可愛らしいですね。はい、続いていきましょうか。はいどうぞ。はい、続いてラジオネームしょうこさん。はい。家のお風呂に入るとき、いつもこんにちはと誰に向けてるのかわからない挨拶をしながら入っていく末の妹。いやこれ怖ない。大丈夫。見方によってはなんだろうな、そういう風に言葉を、まあ教わってしまったから入る時はドアに入る時はこんにちはって言って入りながらとか、湯船に浸かる時にあーっていう前にこんにちはって言いながら入る。それ誰に教わんの？じゃあ教わりようがないやんそんなもん。こんにちはドア開けてこんにちはわかる、お邪魔しますと同じ感覚でわかるけど、湯船入った時にこんにちは。いやおかしいやん。どんな感覚やねん。でもこれはお風呂に入る時っていうのは、ドアや。多分ドアの方ね。ドアガラガラじゃさすがに湯船入る時にこんにちはって言いながら入っていく。でもお風呂入る時以外でもドア開けるシチュエーションはあるわけじゃん。でもお風呂限定なんでしょ。限定ってことはじゃあやっぱり何かこの小さい子ってさなんか見えたりする年代でもあるじゃん。まあ妖精さんが見える妖精が見えるですか。そういうことなのかもしれない。誰かとそのお風呂の中にお友達がいらっしゃるかもしれないかもしれない。お風呂の神様みたいな。それトイレの神様。鋭い指摘を。これピーやな。これまたピー。いや分からへんけども、まあでもこれ一回この翔子さんには聞いてほしいけどね。これ誰に向けてんのってこの末の妹さんに確認するのが一番かもしれない。会話を続けてみてほしいよね。ちょっとねどういうことなのかなっていうことで、まあ興味がありますね。気になる感じではありますけども。はい。まあこういった中でね、まあ皆さんの兄弟姉妹ね、おかしな言動行動っていうものを募集しておりますということで、こんな感じで送っていただきたいと思います。では各種 SNS からハッシュタグオタク FM アウトミーをつけて投稿してください。アウトミーの綴りはアルファベットで OUTME です。以上アウトミーでした。Listen me。 はい、こちらはお越しいただいたゲストの皆さんからおベイミーにまつわる楽曲をご紹介いただくコーナーです。では京平さん、曲紹介お願いします。それでは聞いてください。ベルゼブブ&ベルフェゴールでテレパシーです。はい、こちらの曲はベルゼブブとベルフェゴールの双子によるユニットソングとなっています。はい、京平さん、このテレパシーなんですけども、歌ってみていかがでしたか？歌詞がお互いのことを歌ってて、まあベールだと、
ベルフェゴール、今何考えてるのか何してんのかな、もっと全部知りたいよっていうこの気持ちが溢れ出す曲なので、その気持ちを大事にしながら歌ったっていう。衝撃ですよね。セリフあったでしょ。ありましたね。俺のこと歌ってるだろうっていうかツッコミがね、すごいなっていう感じで斬新でしたね、なんかね。で僕からすると恭平さんも大西ちゃんも2人とも歌が上手い2人やという認識なんで、なんか歌上手い2人がこうやって絡んでユニットソングになったらこんなに素晴らしい曲になるんやなって思いながら曲を聴いてました。収録現場もなんか来てくれたよね。そうね、たまたま僕いたんですけども収録現場もなんかスムーズに終わってんなって思いながら見てましたけどね、面白かったよ。ね、歌の収録以外でもそのオーディオドラマの収録もやってたじゃないですか。あれの方がちょっと苦労したかなっていう。そう、オーディオドラマっていうより僕が見てる限り、それ全て終わった後の収録後の感想を2人で言い合うところが一番時間かかってたけど、何テイクも撮り直してたなっていうイメージがあったんですけど、確かにめちゃくちゃテンパってたわ。なんかこう、何喋ったらいいのか。そうあの時ってまだ大西くんとの絆そんな強くないんかなって思うぐらいにそんなことないはずやのに、仲いいはずやのに、なんで急に2人とも緊張してんねんっていうのが見て面白かったよ。確かに今に比べたらそんなに確かにコミュニケーション薄かったんだけど、でも収録をきっかけにすごく距離が縮まったというか。じゃあ、この曲自体が大西ちゃん、恭平さん2人にとっても大事なつながりの曲になってるっていう。そう、このテレパシーをきっかけになんかすごく双子のようにというか、兄弟のようになんか双子のようにでよかったのに年齢も違うからちょっとなんかリアルな年齢だとね。リアルな年齢とか言わなくていいんだよ。全くそんなこと言わなくていいんだよ。なんかでも年齢の差関係なく大西くんもすごい突っ込んでくれたりとかして、すごくいい仲をさせてもらってますっていう。誰への何の報告よ。いい仲をさせてもらってます。いい仲になるきっかけをくれた曲でもありますっていうことですね。そういうことですね。はい。やばい、肺になってきた。いやなるな。素敵な曲ですので皆さんまだまだ聴いてください。はい、以上リスンミーでした。もしもし、ベルゼブブだ。俺たち兄弟が歌ったオベイミーキャラクターソングプロジェクト第1弾の CD はもう聞いたか？キャラクターソングの他にゲームのテーマソングやオーディオドラマ、それからお前が眠れない時のためにみんなでデビルシープを数えた音声特典も収録されてるぞ。オーディオドラマやデビルシープのシナリオはCD 内の QR コードからダウンロードもできるらしい。あとインターナショナル版にはローマ字の歌詞もついてるって。一緒にカラオケしたいってレビーが言ってた。俺もタンバリン持って応援するよ。楽しみだ。帰ってきた即興嘆きの館劇場。はい、こちらはオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイデアを留学生の皆さんから投稿していただき、オリジナルストーリーを制作し、僕とゲストが読み合わせなしの即興劇として演じるコーナーです。はい。前回はどうでしたか？前回は噛みませんでした。噛みませんでした。感想がプロじゃねえよ。俺に言われるのは絶対嫌でしょうけど、冒頭思い出せとか言われたらもうどうしようもないんですけども、ね、前回もありましたし今回なんですけども、今回ちょっと僕は非常に楽しみにしております。いやこれ皆さん考えてね、投稿していただいたのを元にストーリーしてるんでしょうけど、すごいことを考えるなって。いやめちゃくちゃ楽しみですね。もう皆さんに一言言っておくと、ベールの変わったとこ見れるかもしれんよっていうことだけですね。その後僕は灰になるよ。
まあそれはなってほしくないんですけどもはい始めていきますか早速じゃあやっていきましょうかねやっていきますかもう燃え尽きる準備段階ですねやめて急に助走し始めたからやめてやりましょうやっていきますかはい一回ねそのかかってる具合止めてもらってはいでは始めていきましょう。今回のタイトルはこちら、まずいよベール。ベールベール起きろ。レビー、あれ飲んでないの？まずいよ。こんなとこルシファーに見つかったら3ヶ月はデモナスの空き瓶に閉じ込められて過ごすことになるぞ。ルシファー？デモナス？分かってる？今デモナスの瓶抱えてミュージックルームのピアノの上で寝てたんだよ。そうらそうら、アスモとサタンとこっそりルシファーのデモナス飲んでなの。いやこっそり感全くないけど空き瓶の見本市みたいになってるよ。早く片付けないと。あれ、2人はいないよ。部屋に戻ったんじゃないの？2人とも嘘だ。本当だよ。ほらベールも片付けて部屋に戻りな。やだよ。レビーと飲む。レビーはなんでいるの？ああ、僕もルシファーが隠してる高級デモナスちょびっともらって音楽でも聴くつもりだったんだけど。お、いいね。じゃあ2人で飲もう。いやだからお前は部屋に帰れって。はいグラス。もう話聞けよお前は。乾杯。もう一杯だけだよ。乾杯。でレビーはなんで落ち込んでたんだ？何のことだよ。だっていつもならこの時間アニメ見てるかゲームしてるかしてこんなとこ来ないだろ。それにルシファーのデモナス飲みたいなんて普段のレビーならしない。お前飲むと勘が鋭くなるタイプの酔っ払いなの？まあいつもよりネガティブかもしれないけどそれは別にいいんだよ。どうでも。よくない。昔のレビーに戻るつもりか？昔の僕？昔のレビーは今よりもっと部屋に閉じこもってて何にも教えてくれなかった。よくマモンが「あいつどんな顔してたっけ？」とか言ってたしみんなでレビーの似顔絵描いたりしてたよ。深夜にこっそりキッチンに行ったら冷蔵庫に僕っぽい似顔絵がベタベタ貼られてたのはそういうことだったのか。そうやってみんなで僕のこと笑ってたんだろ。今と変わらないじゃん。レビー、それは違うぞ。最近のレビーは部屋の外に出てくることが多くなったからみんな嬉しいんだ。そうなの？そう。さっきもそんな話してたんだよ。引きこもりっていうアイデンティティを失いつつあるって。いやそれディスってない？いや違うのか？ディスってるわけないだろ。みんな今のレビーが大好き。俺も大好き。兄さん大好きだよ。ベール飲みすぎだよ。レビーはもっと自分に自信を持たなきゃいけない。みんながどれだけレビーを大好きでいつも気にしてるかって俺が教えてやる。いいよ。だってベールが優しさでそう言ってくれるだけでしょ。違う。本当にレビーの本当にみんなのレビーの話してるよ。本当にみんなレビーの話してるよ。本当かな。例えばね、さっきアスモはレビーが花瑠璃ちゃんのコスプレが似合いすぎて地味に悔しいって。アスモが？てかアスモに見られたことあったっけ？どうした？顔赤くして。
サタンはレビだけルシファーにペット許されてずるいって。いや、そのエピソードのどこで自信持てるの？あとね、ベルフは断るごとにレビのこと気にしてるよ。そうなの？それは意外。ちょっと嬉しいかも。例えば新しい漫画が出た時とか、あいつから知らないゲームを勧められた時とか、レビ持ってるかな？それ僕じゃなくて漫画とゲーム目的じゃん。もうなんかすごいよ。あ、これ言っちゃいけないやつかな。まあいいや。本当は興味ないんだろうけど、こっそり狂乱シクレのレアグッズ集めてんら。きっとサプライズプレゼントだな。ああ、それは何かの時交換条件で使うつもりのやつだね。ルシファーだって絶対レビのこと好きだよ。だってここのデモナスはレビがこっそり拝借するのを知ってて用意してくれてるだろ、きっと。絶対に違うし。だとしたらお前らがこんなに飲むのはおかしいよね。だからこれはレビーから俺たちへの粋な計らいってことで。いや、僕がルシファーに殺されちゃうじゃん。でレビーの落ち込んだ話って？話が戻ってきたよ。まあいっか。全然大したことないんだよ。実はね、本当にくだらない話なんだけど、実はゲームしててさ。おいまだ話してない。寝るな。なんだよ、聞いておいて。ったく。飲めない。でもベール、ありがとう。この時間すごく楽しかったし、めちゃくちゃ嬉しかったよ。ルシファー？違うんだ。僕は関係ないんだよ。信じてよ。さあ、お聞きいただきましたがいかがでしたでしょうか？はい。どうでしたか？いやー、酔っ払いましたね。酔っ払いましたか。そうですね。気持ちよく酔っ払いましたね。皆さんはちょっとねラジオやから伝わらないかもしれないんですけど、恭平さんガチでビール3本飲みました。そんなことないわ。ブースの中で飲みながらやってました。ゲップ出るわそんな。お酒入れながらじゃないとこんなんやってられんわ言うて、リアルさを追求するって言いながら飲んでましたけどもね。はい、なるな、ちょっとやりたくないためにちょっと飲んでガーってね。まあそんなことしたら絶対止めるんですけども、いよいよプロを失格なことを。いやでもあれですね、なんか普段のベールとはまた違った、ここでも見られたかなっていう気がしますよ。そうですね。アニメ10話でもありましたけども、またベールの違った一面ね、酔っ払ったベールっていうところでね、それを恭平さんの声で聞けたので良かったかなと思うんですけども、今後もっとね、違った面を見せる機会もあるかもしれないですよね。酔っ払ったベールを演じてみていかがでしたか？なんかこう、普段は抑揚とかあんまりね、こう逆にこう抑揚出しすぎないようにっていうのを気にしながらやってたんだけど、もう自由奔放に、もうタイミングとか関係なく言いたいこと言ってやろうっていう気持ちでできたから。で、何々なんだよみたいな語尾も珍しいじゃないですか。ベールのなんかそんな感じのも聞けたから、僕がちょっと良かったかなってほっこりしたなって思いました。ありがとうございます。聞いてくださった皆さんも良かったなって思ってくださったら嬉しいな。思ってくださってますよ。はい、ありがとうございました。ということでこのコーナーでは留学生の皆さんからオベイミーに登場するキャラクターたちがこんなシチュエーションに遭遇するのを見てみたいというアイディアや妄想を大募集しています。各種 SNS からハッシュタグオタク FM ライブをつけて投稿してください。ライブの綴りはアルファベットで LIVE です。以上、帰ってきた即興嘆きの館劇場でした。
お送りしてきましたオタク FM ですが、そろそろお別れのお時間です。はい、恭平さんいかがでしたでしょうか。もう終わっちゃうんですね。そうなんですね、あっという間ですからね。そうですね。楽しい時間っていうものは、もう冒頭から灰になりかけてましたけど、そうですね、なんとかね燃え残ってくれてよかったですよ。はい、もう皆さんの応援の投稿だったりとか、ストーリー考えてくださってそれを読ませていただいたりで、エネルギーエネルギーって言った今。違うエネルギーって気象とか言うのだ。エネルギーチャージができました。全然違うやんけ。エネルギー消費とエネルギーチャージってもう何やろ、下の動かし方すら何も違うぞ。今すぐ俺は灰になりたい。いやならせるか。何やエネルギー消費って意味わからんこと言うな。いやね、本当に楽しい時間あっという間ですけども、京平さん今日はいかがでしたか。正直、緊張しました。緊張することはねえでしょうよ。そんでなんでさ、全部にセリフ台本を与えられていればすごく心強いというか、なんかそれに寄り添っていく形でね、エネルギー注げるんですけど、何でも喋っていいよって言われると、急に足元が何も見えなくなる。いや京平さんがそういうフリートークとか、そういう自分の気持ちを喋って自由にって言われることが苦手っていうのは、まあやっぱ僕ら付き合いが長いんで常々存じてはいるんですけども、すごい真面目な顔でこっち見ながら言われたらもう言葉詰まるわ。今日特に灰になりかけてたから、本当に何もなんか準備がなんか心の準備ができてなくて、でもこの収録があるっていうのは結構前から決まってたから準備してきてとは思うんですけども、いやもちろんしてきたんだけど、なんか急になるほど手からポロポロ砂のように落ちていくっていうか、準備したものが、じゃあそれはしてないんやきっと。固まっていないんだから。ごもっともかもしれない。固まっていないんだから、できていないんだ恭平さん、それは。まあね、そんな恭平さんやからみんなに愛されるっていうのもあると思いますよ。僕は嬉しいですけど、でも本当にね、皆さんの投稿はエネルギーになってます。いやそれはもちろんですよ、それはもちろんですね。皆さんに愛される恭平さんっていうのがどんなものなのか、でも恭平さんの理想はそこではないっていうのも僕は知ってますから。はい、ちゃんと喋れるようになりたいです。ちゃんと喋れるようになりたいっていう、危ない、実年齢また言おうとした。年齢言うなって言ったのに今俺がさっき言ったのに、まあね、そういうこともありますから、また恭平さんとはたくさんね喋る機会もあると思いますけども、一旦ここでこの番組はお別れということになります。はい、さて次回のオタク FM にはベルフェゴール役の大西聡さんが遊びに来てくれます。ダブルサトシですね。そうですね、お兄ちゃんが来てくれるんですけども、またどんな話をしてくれるんでしょうか。最近彼は口が達者になってきましたからね。一言一言が強くて、俺も答えられないぐらいというか、まあね、切れ味が鋭くなってきてるんですよね。鋭いね。なんかね、そういった感じのお兄ちゃんとどんなトークになるのかというところなんですけども、はい。ちなみに次回のアニメ第11話7人の旅後編ですね。こちらは10話の内容を受けた旅行会となっております。いやどんな、前編ときた後編ですよ。旅行に行くんでしょうね。もちろん行くんでしょうね。そこでどんなストーリーが待ち受けているのか。そうですね。薄すぎません？いやなんか行くでしょそりゃ。行くんでしょうけど、旅って書いてるし。いやなんかまさかの透かしが、まさかのそこで透かすことある？ないよね。それはないと信じたいんやけども、その旅行先でどんなことが待ち受けているのか、ベルフェゴールと他の兄弟たち、そこの絆っていうのは深くなるのか、仲良くなれるのか、なんかそのちょっとね気まずそうにしてたベルフェ、気持ちっていうのが解消されるのか。いや本当に、大喧嘩しようかって言ってたじゃないですか。そうね、どんな話になるんでしょうね。ね、本当に気になります。ベールがねそこでまた活躍するかもしれないですから。はい、楽しみですね。僕一つ予想言っていいですか？当たるか分からへんで、枕投げするんちゃいます？大喧嘩。平和ですね。いやでも可愛らしいじゃないですか。兄弟みんなで一つの部屋で雑魚寝ついたらやっぱ枕投げでしょ。誰が一番最初に投げるのか。誰が発端になるかの話ね。それも皆さんちょっと予想しながらね。そこじゃ枕投げがあるかどうかの分からへんのにそこを予想されても困るわけですよ。先走ってしまった。せめて恭平さんがいやこんな展開じゃないのっていうことを返してくれるかなと思いきや、まさか枕投げに乗っかってくるとは思わなかったです。もうなんかそれそれありでもう行こうって思っちゃって。そうね、恭平さんもう少し今度は、自分が準備してかき集めてきたものを固める作業をしてから来てもらっていいですか？それちょっと後でレッスンさせていただいてもよろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。もうほんま
この人だけははい今日も楽しい時間ありがとうございました。ありがとうございました。ということでオタク FM アニメ&チル、ここまでのお相手はリビアタン役の加田聡とベルゼブブ役の矢口恭平でした。バイバーイ。動画を見てくれてありがとう。もっと俺たちのことが知りたくなったらアクゾン VIP メンバーシップをチェックしろよ。オタク FM やオベイミーボーイズ関連の未公開シーンなどなど VIP メンバーだけのコンテンツで魔界のオタ活がさらにはかどる。アニメシリーズを誰よりも早く見られるのも VIP メンバーの特権だぞ。他にもゲームが快適に遊べる特典がいっぱい。アプリインストール方法やアクゾン VIP メンバーシップの詳細は概要欄を見てほしい。イケメン悪魔調教ゲームオベイミー、これからもよろしくね。